皆さんこんにちは、TDSW YouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL 第7回になります。よろしくお願いします。今回はですね、今ご覧いただいているこういうカレードスコープエフェクトを作っていくんですけども、ISF というものをまずご紹介します。もともと VDMX というソフトの機能の一部で、GLSL ベースでエフェクトを書くことができるというものです。今回やることは、まず、この ISF の紹介。次に ISF のサンプルにあるカレードスコープを選んで、これをタッチデザイナーで動くようにします。最後に、これらの ISF を使ったエフェクトの勉強の仕方のお話をしたいと思います。それではやっていきましょう。先ほどお話ししたように、ISF は VDMX の機能の一部です。VDMX は Mac 用のVGA ソフトウェアで、ISF で自分でシェーダーを書いて、それを VDMX で使うことができます。ISF は、Mac 用にエディターもあるんですが、ブラウザで動くエディターもあります。それがこちらのページになります。そのトップページなんですけども、このようにブラウザ上でパラメータをいじったり、変えられたり、エフェクトを変えられたり、イメージを変更したり、自分のウェブカムを使ってビデオを入れられたりもします。このユーザー名、ビドボックスっていう人たちの一覧を表示します。このビドボックスって人たちがこの BDMX を作っている人たちなんですけども、彼らはですね、この ISF のファイルを MIT ライセンスで公開しているので、この中からタッチデザイナーで変換するファイルを選んでいきます。ちなみにここが、ISF のファイルがある GitHub のページで、ここに実際今ブラウザでアップされている、シェーダーファイルがアップされています。で、またこのページに戻ってきて、今回は、このカレードスコープ .fs というのを使ってみたいと思います。こういう画面が出てきました。で、まずですね、この右側にパラメータがあって、左側にコードがあると、こういうやつになります。で、これをコードを修正してブラウザ上でアップデートすることもできます。このようにブラウザ上でインタラクティブに実行できる環境っていうのは結構いくつかあるんですけども、これもその一つになります。実はこれ中心点がちょっとちゃんと動いてないんですけど、これは後でタッチデザイナーの方で直していくことにしましょう。ではこのコードを、タッチデザイナーの方に持っていきたいと思います。コードを開いて、コピー。でコピーしたらタッチデザイナーで、GLSL トップを配置します。ですね。で、また Movie ファイルインから画像をインプットします。今回はお花じゃなくてドラム缶のこれにします。つなぎますね。でまたエディターの方でこのシェーダーを開きます。となりました。まずこれをコピーしてしまいます。こうですね。この上の方にあるのが、プロパティになります。これは ISF のみで使われているものです。コメントアウトされているので、これは特に影響ありません。で、これは、定数がありますね。で、メイン関数が2つあるので、このコピーした方を中に入れていきます。こうすると、
ちらでエラーがいっぱい出ているので、これを一つずつ潰していくことになります。まずは、これいらないですね。で、フラグカラー。この出力の最後が GL アンダースコアフラグカラーになってるんですけど、タッチデザイナーでのやり方に変えますと。まずはこうしてみます。まずはこの上の方にあるプロパティを全部ユニフォーム変数として宣言していきます。インプットイメージ。ちょっとこれは飛ばします。サイズ。これはフロータイプフロートなので、これをサイズとします。こうするとこのエラーが、サイズが入ってたエラーが消えます。で次はアングルを入れます。アングル。こちらまたエラーが消えていきます。でスライド X。スライド Y というのもありますね。はい。で、センターというのがあります。ポイント 2D という見慣れないのがあるのですが、これは Vec2 で代用できます。ですね。だいぶ、エラーが減ってきたんですけども、ちょっと見慣れない変数がいろいろあるので、これを ISF のサイトで調べていきたいと思います。まず、レンダーサイズというのがあります。これをしっかり調べてみたいと思います。ここが ISF のスペックが書いてあるページです。ここでレンダーサイズを検索すると、Vec2 レンダーサイズは、レンダリングサイズであるというふうに書いてありますので、後で 1280×720 を入れようと思います。でまずはここで1回宣言をしておきます。はい。こうしたら見やすいですかね。ISF フラグノームコードをこうやって検索してみると、こちらも、自動的に宣言されるもので、00から11の値が入るものだというふうに書いてあります。これはですね、タッチデザイナーでのフラグメントシェーダーで今まで使っていた VUVST と置き換えることができます。なので、ここに入っている値を PUVST で置き換えます。こうですね。これでエラーがまた減ったと思います。イメージノームピクセルを今度は検索してみます。基本的に、イメージとかを使うときにピクセルを取ってくるものということなので、Texture2D とか Texture2D Recteft の代わりとして使われています。で、この Texture2D とかはタッチデザイナーでいういわゆるテクスチャーというやつですね。これですね。これで代用することができます。で、さらにこのインプットイメージというのは、いわゆるこの入ってくるイメージのことなので、デザイナーではこの std input 0で置き換えることができます。なので、イメージノームピクセルをテクスチャー、インプットイメージを std input 0で置き換えます。こういうふうになりました。するとエラーがなくなりました。で、この状態でエラーがなくなると、このユニフォームの宣言が、このロードユニフォームネームズで読み込むことができます。で自動的に各変数が
入ったと思います。で、まずはこの値のデフォルトの値をちょっと入れてみようと思います。サイズにはデフォルト6ですね。で、アングルのデフォルトは0。で、レンダーサイズが、これが1280の720が入ります。これはこちらの画像と同じピクセルですね。さらに、次はスライド Y。スライド Y とスライド X はデフォルト0。これ0と0が入ります。で、センターの位置なんですが、これを、真ん中にしたいので、640の360というふうに入力します。そうすると、今、こういう画面ができていると思います。でこれでもすでになかなかいい感じだなと思うのですが、アングルのとこを、チョップを使って動かしていこうと思います。一回画面を広くします。まず、LFO チョップを入れます。で、ヌルを追加して、これをアングルのところに入れます。とんでもなく速いので、これのスピードを遅くしようと思います。フリークエンシーを 0.1 というふうにしました。こういう感じですね。ちょっとまだ速い感じがするので 0.02 とします。こんな感じですね。こんな感じになりました。これで最初にお見せしたような動きをするカレイドスコープエフェクトになったんじゃないかと思います。今回はこのコードの解説はちょっとしないんですけども、これらのパラメータをいろいろ修正して遊んでみてください。はい、それでですね、興味があったらぜひ他のエフェクトも見てみてください。ライセンス的にはですね、このビドボックスが作っているものだったら大体問題ないと思うんですけども、他の作品もですね、見てみるといろいろアイデアが浮かぶのではないかと思います。ブラウザバージョンだけでなく、このデスクトップバージョンもあります。Mac 版だけだと思ってたんですけど、Windows のベータも出てるみたいなんで、興味がある人は試してみてください。で、この、ISF のページなんですけども、各 ISF を開いて、もし見たことない変数などがあったら、先ほどの仕様のページを見てみてください。バッファーを使っているところだけちょっと面倒なところがあるかもしれないですが、あとはそんなに難しくないんじゃないかなと、簡単に変換できるんじゃないかなと思います。タッチデザイナーでのバッファーについてはそのうちお話しする予定です。今回はここまでになります。TDSW では毎月2回程度、週末にライブ配信ワークショップを行っています。チケットは PTX やイベントブライトからお求めいただけます。また、ペイトレオも利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。